いらっしゃいませ。ごめんなさい。今日はもう店じまいで。って、あなたですか。今日は随分遅いですね。仕事が忙しかった。ねえ。でもお客さん、うちの閉店時刻は知ってるでしょ？お腹が空いてるのはわかりますが、今日はお引き取りください。そこのコンビニなら24時間営業ですよ。個人的にはスープパスタがおすすめです。そんな顔しても、ダメなものはダメなんです。そもそもそういう判断は、店長がするものですから。店長は用事があるってもう帰っちゃいましたし。は？店長に黙ってこっそり。いや、だから、待てよ。そっか。今店長いないんだ。ああ、いえ、少し考え事をしてまして。そうですね。せっかくだし、少しお話でもしていきますか？ようやくお客さんと二人っきりになれましたし。どうしたんですか？急に緊張して。顔も赤くなってますよ。では、お仕事疲れのお客さんへ、僕からのご褒美、たーんと召し上がってください。よっと。君、聞いてた割には弱いんですね。ま、油断していたら誰でもそうなっちゃうか。じゃ、頭を膝の上にっと。騒ぐな。痛い目に遭いたくなければ、そのままじっとしてな。チクッとしただろ。大丈夫。ちょっと針で耳を刺激してるだけだから。じっとしていれば怪我はしないけど、もし暴れたりなんかしたら、聴力の保証はできないよ。何のつもりって、だからお話ですよ。前から君の仕事のこと、もっと詳しく聞きたいなーって思ってたんです。ああ、誤解しないで。いつもここで話してる仕事じゃなくて、本当のやつを、ですけどね。
僕は君の組織と敵対しているスパイ。調べているうちに君がよくこの店に出入りしてるって知ってね。こうなるチャンスをずーっと伺ってたってわけ。どうしたんですか？さっきから変な声出ちゃってますけど。もしかして口元はゆるゆるなのかな？ようやく気づいた？そう、これはただの針じゃない。僕が拷問用に作った特製の毒薬が塗り込まれてる。体を麻痺させる効果と塗ったところの感度を上げるもの。今更慌ててももう逃げらんないよ。ほらほら、変な声出すだけじゃなくてちゃんと情報も出してもらわないと。君が今担当してる案件の話とかボスの弱点とか、僕が欲しい情報を全部答えてくれないとね。あら、減ってるんだっけ？喋ってくれたら食べさせてあげるよ。こう見えて僕、結構料理は得意なんだ。敵とはいえ、それくらいのお礼はしてあげるからさ。痛みで拷問するのってもう飽きたんだよね。毎日毎日聞きたくもないうるさい悲鳴ばっかり。最近は敵も拷問の訓練を受けていて面白みもなくなってきたし、だからこういう精神的にダメージがくるものを開発したんだ。
このままだと廃人になっちゃうよ。多少の傷はいつか治るけど、脳に直接埋め込まれたダメージはずっと残るんだからさ。そうなったらこの先辛い日々が待ってるだけだよ。さすがにこれだけじゃ値を上げないか。ま、このくらいは想定内。僕もそう簡単にうまくいくとは思ってなかったから。じゃあ、これならどうかな。これだけでも気を失いそうになるだろう。じゃあ次は、もう片方を攻めようかな。まんべんなく、じっくりやってあげないとね。ほら、麻痺して動けないだろうから、動かしてあげるよ。よいしょっと。ど？逃げたくても逃げられない状態で、いいようにされる気分は。いいね。その悔しそうな表情。だけど絶対に屈しないって覚悟も見える。それをぐっちゃぐちゃの泣き顔にするのが最高に面白いんだよね。店長が戻ってくるまであと何時間ぐらいかな。ああ、もちろんそれがタイムリミットってわけじゃないよ。いざとなったら僕がここにいたという証拠も全部消して君と一緒に地下に潜っちゃうから。君はもう完全に積んでるんだよ。おとなしく吐いた方が身のためなのにな。なかなかしぶといね。ま、僕の拷問を受ける人はそうでなくっちゃ。じゃあ本格的に
君の脳を破壊しちゃおうか。君をこの店で観察してきて、君の趣味もよーくわかってるしね。謝ったってすぐには許さない。君さ、変態でしょ。スマホのデータの中、あれ何？仕事に必要なもの以外に普段からあんなもの隠し持ってるんだ。いつかバレるかもって感覚がたまらないの。キモ。他にも君の私生活のありとあらゆる情報は全部押さえてるよ。楽しみだろう。唯一僕が知らないのは君の組織の情報だけ。この拷問を思いついたのも君の趣味を見たからなんだよね。ほら、いいんだよ。そのキモい声、もっと僕に聞かせてよ。いいえ、言って楽になれよ。ほらほらほら。よし、これが最後の忠告だよ。廃人になりたくなければちゃんと情報を吐いてね。10秒だけ待ってあげる。時間内に僕の欲しい情報一つも吐かなかったら君の人生はもうおしまい。ほら、どうぞ。それが君の答えか。さすが忠誠心の強い人。よかった。僕も一応立場上さっさと吐けとは言ったけど、すぐ終わったら面白くないもんね。
痛い拷問じゃなくて、これを選んで本当によかった。じゃあとりあえず地下に運ぶ前に一度気絶してもらおっかな。変態。何強がってんの。こんな声出して情けない。変態のくせに。どんな趣味してたらそんな声出せんの。にやつくないよ変態。キモ。そろそろ頃合いかな。じゃ、おやすみなさい。すっかり落ちちゃった。聞こえてないだろうけど、気絶したって逃げらんないよ。拷問はまだ始まったばかり。こういうのは時間をかけて、じっくりやるのがいいんだよね。君はあと何回、気絶することになるんだろうね。ま、